はい、健康生活チャンネル理学療法士の海老原貴弘です。今回はですね、脳内デトックスをする方法と効果効能についてお伝えしたいと思います。で、あなたは脳内デトックスってご存知でしょうか？これは脳に蓄積された老廃物に含まれる毒素を排出するための働きなんですが、脳内デトックスがうまく行われないと脳に毒素が蓄積してしまってアルツハイマー型認知症であったり不調を作ってしまうことが研究の結果から分かっているんですね。ですからもしも今ですね、あなたに原因不明の症状があるのであれば、また後でですねご紹介する症状なのであればですね、この脳内デトックスができるように対策をした方がいいんですね。そこで今回は脳内デトックスが行われていないことによるリスクと脳内デトックスがちゃんとできるようになる対策方法をお伝えしますので、あなたに当てはまるところがあれば対策を始められるようにぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。また今回の内容は全文字幕をつける予定ですので、文字でご覧になりたい方は字幕をオンにしてご覧になってください。ということで、脳内デトックスをする方法と効果効能についてお伝えしたいと思います。で、まずですね、脳内デトックスについてなんですが、これについてはですね、前回の動画、脳内デトックスの必要性と効果やメカニズムという動画で詳しくお伝えしていますので、まだご覧になっていない方はですね、ぜひそちらの動画もご覧になってください。で、今回はその内容をですね、踏まえた上で、その内容ね、前回の内容と簡単なおさらいと改善方法をお伝えします。で、脳内デトックスというのは、脳脊髄液が脳に栄養を与えたり、老廃物などの毒素を洗い流す働きのことを指しています。で、脳内デトックスは睡眠時に行われることが分かっていて、前回の動画でですね、ノンレム睡眠の時に脳脊髄液の大きな波が現れて、ザバーンってね、波が現れて脳を洗い流していくという働きが観測されたということですから、睡眠の質が重要なんですよというお話をさせていただきました。しかしですね、中にはですね、体の問題から睡眠時にも脳内デトックスがちゃんと行われない方もいらっしゃって、そのような方には様々な症状が現れてしまいます。例えば頭痛であるとか、めまい、気分不良、顔のむくみ、物忘れ、自律神経失調症やホルモンバランスの乱れ、慢性疲労や眠気、睡眠障害などの症状が現れてしまうんですね。で、ここまではね、前回の動画でお話ししたんですよ。でも前回の動画ではね、その睡眠以外の改善する方法をお伝えしていませんでしたので、今回はその続きをお伝えしていきたいと思います。じゃあですね、何が原因で脳脊髄液がうまく流れなくて、脳をね、デトックスする働きができなくてですね、このような症状を作ってしまうからなんですけれども、これにはですね、いくつか原因があるんですね。何個かあるんですが、この中でですね、最も原因になりやすいのは頭蓋骨と首の骨との関節の問題があるんですね。で、それがですね、この図なんですが、このですね、後頭骨と首の骨の一番上の骨ですね、後頭骨、頭の頭蓋骨と首の一番上の骨。これはですね、第一頸椎または肝椎という骨なんですね。この一番上の首の骨がですね。で、この後頭骨と肝椎のですね、間の関節が後頭肝椎関節という関節で、この中にはですね、脊髄が通っていて、その周りを保護するように脳脊髄液が循環しているものなんですね。しかしこの関節はですね、ずれたり緊張しやすい場所になりますので、例えばですね、頭を打ったりとか、首を打ったりだとか、尻餅をついたりなど、外傷であるとか衝撃を受けた経験があると、頭への衝撃を和らげるためにこの関節がずれてしまったり緊張してしまうんですね。そうすると後頭骨の脳脊髄液を通す穴と肝椎の穴がですね、ずれてしまったりとか緊張してしまって脳脊髄液がうまく循環できなくなってしまうんですね。で、その結果ですね、脳で作られる脳脊髄液がどんどん作られるんですが、循環がうまくいかないので滞ってしまって流れが悪くなってしまいますので、老廃物が排出しにくくなり、栄養も受け取りにくくなって不調が現れてしまうんです。で、またここはね、結構やっぱり原因として大きい部分なんですけども、またその他の関節のね、無関係ではなくて、その密接に関係しているんですよね。
例えば、頭蓋骨がありますが、頭蓋骨というのは1個の、丸い骨ではなくて、これはですね、28個の骨からなる立体パズルみたいな構造をしているんですよ。ですから過去にですね、頭を打った経験があったり、または帝王切開であるとか吸引分娩など、特殊な出生方法で生まれた場合には、この頭蓋骨がですね、ずれてしまっているケースが結構多くてですね、この頭蓋骨のずれから脳脊髄液の流れが悪くなっている方もいらっしゃいます。でさらに脳脊髄液というのは脊髄の一番下のところまでね、ずっと流れていくわけですから、背骨のどこかがずれてしまってもこの流れを悪くしてしまうんですね。ではこのように作られた脳脊髄液の循環の悪さを改善するためにはどうしたらいいでしょうか。まず薬ではね、この原因っていうのが取れないですよね。いくら薬を飲んで症状を抑えたとしても関節のズレというのは戻りませんから、原因がなくならないんですよ。ですから脳脊髄液の循環の問題は病院ではね、なかなか診断がつかなくて、どうやって改善したらいいかが分からなくて迷ってる方が多いんですよね。やっぱり頭痛がひどかったりとか、吐き気とかめまいとか、もう眠気がひどいとか疲れがひどいとか、こういった状態があるとまずは病院に行くじゃないですか。そして検査をいろいろ受けますよね。でも脳脊髄液の問題って検査に出ないんですよ。なかなかそこまでね、その MRI を使ってね、その一晩中その循環を見るとか、そういうことしないですから、これが診断名つくってことはまずないんですよね。で病院ではね、その診断がつかないから、じゃあね、その症状を抑えましょうという方針になりますので、その原因がなくならなくてね、改善できない、治せないという方がとても多いんですね。じゃあですね、今度は物理療法であるとか電気治療にしてみましょうというふうに言われるわけですよ。じゃあそれはどうかというと、それでも改善は難しいですよね。やっぱりこの関節に問題があった場合ですね、ここを改善しないといけないんだけれども、電気治療をしてもですね、物理療法をしても関節の異常というのは改善できませんので、やっぱりね、その原因が取れないんですよ。じゃあですね、その次に考えるのは、整体に、行ってマッサージでも受けてみようかなという方もいらっしゃいますが、原因は関節にありますので、筋肉をほぐしたとしても根本的な改善は難しいんですね。ではですね、今度はバキッとね、矯正するお店のように関節を矯正するところへね、行けばどうかなというふうに考える方もいらっしゃって、行く方もいらっしゃるんですが、そこでやっとですね、半分は正解になってきます。で、首の矯正であるとか背骨の矯正を行うことで、そこに原因がある方は改善できるとは思いますね。ですが頭蓋骨はね、このバキッとするお店でね、頭蓋骨をバキッとして矯正するってことは難しいですので、やっぱりね、これでもやっぱ完全ではないんですよ。首から下の関節は矯正するけれども、頭はノータッチというお店がほとんどなんですね。でまた最近ではですね、首の関節だけをね、戻したりだとか緊張を緩和するような施術も流行ってきているんですが、この関椎後頭関節を戻したり緊張を取り除くのも半分は正解です。この頭蓋骨と関椎の関節のズレから循環障害を作っている方とても多いですので、それでも改善できる可能性はありますし、これで改善できる方も中にはいらっしゃいます。しかし頭蓋骨と背骨にはほぼタッチしないですから、これでも不完全なんですね。つまり脳脊髄液の循環を正しく改善するのであれば、まず関椎と後頭骨の関節ですよね。そして頭蓋骨の問題、そして背骨のズレ、この全てを改善する必要があるんですね。でさらに関節にはですね、ただずれているだけではなくて、関節をずらし続けている内臓の問題がありますから、この内臓の問題まで改善できる施術を行う必要があるんですよ。じゃあですね、その全てを改善できる施術が何かというと、オステオパシーという方法なんですね。でオステオパシーというのは1874年、結構前ですよね。1874年にアメリカで作り出された都市療法で、古くにはですね、骨療法であるとか整骨医学とも呼ばれていました。ですから骨をですね、とても大切に扱っている施術法なんですね。そしてオステオパシーは骨だけではなくてですね、内臓であるとかリンパとか循環の問題であるとか内分泌系とか、そして精神までも含めた施術を行うことで改善を目指す医学なんです。でオステオパシーではこの3つの問題を全て改善する施術を行うほか、体のですね、全ての問題対象として施術を行っていきますので、このような脳脊髄液の循環の問題でも改善することが可能なんですね。で実際ですね、私の整体院でも頭痛であるとか気分不良やめまいとか顔のむくみとか
自律神経失調症や慢性疲労、眠気や睡眠障害などの症状でお困りの方であるとか、さらにですね、病院で受診してもね、原因不明と診断された方もですね、多数の方を施術させていただきましたが、脳脊髄液の循環が改善して症状が改善したという方もたくさんいらっしゃるんですよ。だからね、その病院に行ってね、なかなか治らないと。そしてもう何年もね、いろんなところの病院回ったりだとか、マッサージを受けたりだとか、してもね、改善しない方って結構たくさんいらっしゃるんですよね。実は世の中にね、こういった方ってめちゃくちゃたくさんいらっしゃるんですよ。そういった方がね、最終的に来られるのが私の治療院なんですけども、整体院なんですけども、そういった方がね、ちゃんと改善されているんですね。で、実際のオステオパシーではこのような施術を行うんですが、この中でもですね、左下の写真がですね、脳脊髄液を流すための施術になります。これが関椎後頭関節をね、ちゃんとそのズレを戻して、ちゃんとその脳脊髄液が流れるように調整しているという施術なんですね。しかし、体の問題はそこだけではないですので、その他の写真のようにですね、全身を施術する必要があるんですね。ですので、もしあなたがですね、脳脊髄液の問題から来る症状なのかもという可能性があるのであれば、ぜひオステオパシーの施術を受けてみていただきたいんですね。ただですね、オステオパシーは習得するためにとても時間がかかる施術で、例えばね、10時間であるとか、20時間とか、そんな時間ではもうとても習得できないんですよ。もっともっとめちゃくちゃ時間かかっちゃうんですよね。私もやっぱりね、3年4年とか大阪に通い続けながら勉強させていただきましたので、もう10時間20時間とかもう通り過ぎてるわけですよ。100時間200時間とか、もうそれ以上の時間かけて勉強してるんですよね。ですからオステオパシーってね、できるお店が結構少ないですし、施術する方によってもその効果というのはピンキリなんですよ。ですので、都城の方はね、私の整体院がありますのでいいんですけれども、もしもですね、県外の方とか遠方の方でオステオパシーを受けてみたいという方がいらっしゃればですね、私と一緒にオステオパシーを学んでいる仲間が全国にいらっしゃいますので、ぜひ私にお問い合わせいただければと思います。もしお問い合わせいただければですね、各都道府県にね、各市にいるわけではないんですけども、あなたの住んでいる地域にですね、できるだけ近い、信頼できる仲間のね、その施術者をご紹介させていただきますので、ぜひお問い合わせください。で、お問い合わせ方法は、下の説明欄とか、コメント欄にですね、LINE のリンクを載せてありますので、そちらからお問い合わせいただければありがたいですね。で、またですね、オステオパシーについてもっと知りたいという方は、オステオパシーってどんな施術なのか、あるいは研究報告からね、科学的に支持されているオステオパシーの効果なども、お伝えした動画もありますので、そちらもですね、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、またですね、実は脳内デトックスには、今回ご紹介した体の問題を解決する方法と、もう一つあるんですよ。それが脳の油の入れ替えという問題なんですね。で、そちらの方法は次回の動画でお伝えしますので、お見逃しがないように、ぜひ今のうちにチャンネル登録をしておいてください。で、脳脊髄液の循環の問題から作られる症状はとても辛くて、解決法がよく知られていないため、不安を感じている方がとても多いんですよ。しかしですね、ちゃんと原因を取り除くことによって改善される方も多いですので、ぜひチャレンジしてみてください。私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログはですね、下の説明欄にリンクありますので、そちらからご覧になってください。今回の内容がためになったなと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。